朝5時に起きるために早く寝ます。朝5時に起きられるように早く寝ます。わさびの日本語相談室。Hi guys! 日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーも。今日はためにとようにを勉強します。この文法はどちらも目的や目標を説明するときに使います。では何が違うんでしょう。今日のトピックはこちら。一つずつ一緒に勉強しましょう。ために。朝5時に起きるために早く寝ます。テストに合格するために頑張ります。友達のためにパーティーをします。ためには意思動詞の辞書形、名詞プラスのと一緒に使います。ように、朝5時に起きられるように早く寝ます。テストに合格できるように頑張ります。明日は晴れるように祈ります。病気にならないように手を洗います。ようには可能形、無意詞動詞の辞書形、内形と一緒に使います。ためには意思動詞とセットです。ようには無意詞動詞とセットです。では、この意思って何？これは自分がしたいと思う気持ち、したいからこうしようと決めることです。例えば、食べます。どうしてですか？食べたいからです。行きます。どうしてですか？行きたいからです。します。したいからです。動詞、たいの形に使える動詞を意思動詞と言います。反対に、天気や自然、病気に使う動詞は無意詞動詞と言います。例えば、天気の動詞、晴れます。明日はいい天気がいいです。明日晴れたいということはできますか？できません。雨が降りたいも同じですね。もう一つは動詞の可能形です。可能形は何かをすることができる能力、スキル、ポテンシャルがある状態ということです。例えば、エビが食べたいです。でも、エビを食べると痒くなります。アレジー、アレルギーです。したいと思っても自分でコントロールできないもの。これが無意詞動詞です。おや？意思動詞、無意詞動詞、どちらにも食べるの例文がありました。つまり、同じ動詞でも、ます形の時と可能形の時で意思動詞か無意詞動詞か変わるということです。例えば、トマトが嫌いな子供がいます。サラダはダメです。食べられません。だから、お母さんは料理します。トマトを食べるために料理します。トマトを食べられるように料理します。どちらがいいと思いますか？そうですね。食べられるようにがいいです。今はできないです。でも、できるようにします。
ようには頑張って努力しますというニュアンスがあります。そして今はできないです。でもそうなってほしいなと期待するニュアンスがあります。この2つのニュアンスはためにはありません。これはためにようにの大きな違いです。レベルアップ。ためにとようにの使い方をもう一度確認しておきましょう。ためには意思動詞の辞書形、名詞のと一緒に使います。ようには無意思動詞の辞書形、内形と動詞の可能形と一緒に使います。無意思動詞、辞書形、内形は天気や病気などに使う動詞、例えば晴れますなどのことです。ためにとようにはよくなりますと一緒に使います。どうしてどちらも使えるかというと、なりますは意思動詞だけど無意思動詞なんです。例えば、将来アイドルになります。牛乳を飲んだらお腹が痛くなります。なるほど、ちょっと違いますよね。なりたいという意思があるとき、ためにと一緒に使うことができます。将来アイドルになりたい。アイドルになるためにダンスを習っています。コントロールできないとき、ようにと一緒に使います。牛乳を飲んだらお腹が痛くなります。お腹が痛くならないようにお茶にします。でも目的、目標がチャンスのとき、ボーダーやラインがあるとき、可能形も使うことができます。将来アイドルになれる。アイドルになれるようにダンスを習っています。なりたい気持ちを説明します。可能性に期待します。なれるレベルまで頑張ってします。ためにとようにはほとんど同じ文でもこのように少しニュアンスが違います。ではちょっと練習してみましょう。ゲームするためにパソコンを買います。ゲームするためにパソコンを買います。病気にならないように手を洗います。病気にならないように手を洗います。日本語の漫画を読むために勉強します。日本語の漫画を読むために勉強します。怪我をしないように気をつけてください。怪我をしないように気をつけてください。パーティーのために服を買いました。
パーティーのために服を買いました。使うために準備します。使うために準備します。使えるように準備します。使えるように準備します。ためにとようにの違いはわかりましたか？文法の質問、悩みがあればいつでもコメント、マシュマロを送ってくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。